プロテスタントによる教育の特徴。イントロダクション。プロテスタント教育の歴史、各人の信仰と教育の関係性。そして教育へのアプローチを詳しく探っていきましょう。プロテスタント教育の歴史。プロテスタントの教育の歴史を教えてほしいのだ。プロテスタント教育は宗教改革の時代にマルティン、ルターとジョン・カルバンによって始まったの。彼らは信仰生活の一部として教育の大切さを認識して読み書きを教えるための学校を設立したの。その結果、教育は信仰形成の一部としてとても大切な役割を果たすようになったのよ。それはとても興味深いのだ。ルターとカルバンって人が教育を大切にしていた理由は何だったのだ。彼らは教育を通じて信者が自身の信仰を深めることができると考えていたの。教育を受けることで信者は聖書を理解して自分自身の信仰を形成することができるのよ。各人の信仰と教育。なるほど、教育は大切なのだな。でもどうしてプロテスタントは教育を大事に据えるのだ。それはプロテスタントが各人の信仰を重視するからよ。彼らは個々の信者が聖書を直接読解して自分自身の信仰を形成することを強調するの。だから教育は信仰を深めるための大事な手段になるのよ。じゃあ教育はどんな風に信仰を深めるのだ。教育は信者に聖書の理解を深める機会を与えるの。さらに教育は信者が自分自身の信仰を反省して自分自身の信仰について深く考えることができるの。教育へのアプローチ。なるほど、それなら教育へのアプローチはどんなものなのだ。プロテスタント教育は全人教育を目指しているの。つまり知識だけじゃなくて道徳性や個人の信仰生活にも焦点を当てているの。それから社会への貢献も教育の一部になっているのよ。全人教育って何なのだ。全人教育は知識だけじゃなくて個々の信者の信仰生活や道徳性にも焦点を当てる教育のアプローチよ。つまり教育は信者が自分自身の信仰を深めるだけじゃなくてより良い人間として成長するための手段でもあるのよ。まとめ。歴史的背景から各人の信仰と教育の関係性、そして教育へのアプローチについて学びました。教育は私たちの信仰生活にとって重要な要素であり、それがどのように形成されてきたのかを理解することは、私たちの信仰理解を深めるのに役立つことでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。